製品の合体や型抜きをする方法を説明します。ブール型演算処理を使用することで合体や型抜きができます。円柱を追加します。E カタログのタイプ別モデル、ベーシックシェイプスを開きます。シリンダジオを追加します。ブロックを追加します。モデリングタブを開きます。ジオメトリー、フィーチャー、ブロックを選択します。フィーチャープロパティウィンドウの長さ、幅、高さを200にします。フィーチャーツリーのルートノードを選択します。ジオメトリー、フィーチャー、その他、ブール型を選択します。フィーチャーツリーを確認すると、ブーリアンが追加されていることがわかります。ブール型をブロックと円柱に適用させるため、ブーリアンのグループ内にブロックとシリンダを移動します。ブロックとシリンダを選択し、ブーリアンにドラッグ&ドロップします。ブロックと円柱が重なった部分を抽出します。ブーリアンを選択します。フィーチャープロパティウィンドウの演算処理で共通部分を選択します。共通部分は、オブジェクトが重複する部分のみ抽出します。3D ワールドを確認すると、ブロックと円柱が重なった部分のみ残っていることがわかります。ブロックと円柱を合体します。フィーチャープロパティウィンドウの演算処理で和集合を選択します。和集合は重複するオブジェクトを合体します。3D ワールドを確認すると、ブロックと円柱が合体していることがわかります。円柱を使用してブロックを型抜きします。フィーチャープロパティウィンドウの演算処理で引き算を選択します。引き算はフィーチャーツリーの上の階層のオブジェクトをベースにして、下の階層のオブジェクトで型抜きします。3D ワールドを確認すると、円柱の形状に沿ってブロックが型抜きされたことがわかります。フィーチャーツリーのブロックと円柱の階層を入れ替えます。ブロックを選択し、シリンダの下にドラッグ&ドロップします。3D ワールドを確認すると、ブロックの形状に沿って円柱が型抜きされたことがわかります。穴の開いたパレットを作成します。ファイル、すべて消去を選択します。ホームタブを開きます。E カタログのタイプ別モデル、プロダクツ&コンテーナーズを開きます。パラメトリックパレットをダブルクリックし、原点に追加します。穴を開けるための円柱を作成します。モデリングタブを開きます。ジオメトリー、フィーチャー、円柱を選択します。フィーチャープロパティウィンドウの半径を10にします。円柱を複製します。フィーチャーツリーのルートノードを選択します。ジオメトリー、フィーチャー、クローン、直線クローンを選択します。直線クローンを円柱に適用させるため、リニアクローンのグループ内に円柱を移動します。円柱をリニアクローンにドラッグ&ドロップします。リニアクローンを選択します。フィーチャープロパティウィンドウのカウントを7にします。ステップを40にします。方向で押し出す方向を変更します。ベクターの括弧内の数値は、XYZ の順に押し出す方向を定義できます。プラス X 軸方向に複製するため、方向の X を1のままにします。円柱を再度複製します。ジオメトリー、フィーチャー、クローン、直線クローンを選択します。円柱をリニアクローンアンダーライン1にドラッグ&ドロップします。リニアクローンアンダーライン1を選択します。フィーチャープロパティウィンドウのカウントを2にします。ステップを100にします。プラス Y 軸方向に複製するため、方向の X を0、Y を1にします。円柱を使用してパレットに穴を開けるため、フィーチャーツリーの円柱をブロックの下に移動します。レニアクローンを選択し、ブロックの下にドラッグ&ドロップします。レニアクローンを選択します。原点、移動を選択します。ピンク色の丸を中央の円柱の底面にドラッグ&ドロップします。RX、RY、RZ を0にし、
適用ボタンをクリックします。ピンク色の丸をパレットの中央にドラッグします。フィーチャープロパティウィンドウの Y を -50、Z を -40 にします。円柱で穴の形に型抜きします。フィーチャーツリーのトランスフォームを選択します。ジオメトリー、フィーチャー、その他、ブール型を選択します。ブロックとレニアクローンを選択し、ブーリアンにドラッグ&ドロップします。ブーリアンを選択します。フィーチャープロパティウィンドウの演算処理で引き算を選択します。3D ワールドを確認すると、穴の開いたパレットが作成されたことがわかります。製品の合体や型抜きをする方法の説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。